にちは、まさみです。新しい読書ブログを始めます。ただ今回の読書ブログはちょっと特別です。なんで特別かというと、今週末、今日は4月の2日になりますが、金曜日です。シンガポールでは今日が祝日となっています。イースターの前の金曜日がグッドフライデーと呼ばれる祝日になっているみたいで、キリスト教関係の祝日です。で、3連休、金土日休みで3連休となっているので、この3連休を読書ホリデーにしようと思っています。というかもう昨日の夜9時からスタートしました。読書ホリデーとは何かというと、3日間読書漬けの日にしたいと思っています。で、昨日のお昼にそれを決めて夜9時から始めるっていうことでちょっとワクワクしてました。で、昨日読み始めたのがこれです。パイの物語。ずっと読みたかったんですよ。で、今実は昨日の夜50ページぐらい読んで、午前中、今朝の11時ぐらいなんですけど、午前中も少し読んで、もう70ページぐらいまで読んでます。このパイの物語は主人公のパイっていう名前の少年の目線で語られています。まだすごい大事件が起こってるとかそういうわけではないんですけど、このパイっていう名前の少年が、自分がどういう人間なのかとか、どういう環境で育ってきたのかとか、そういうことが今のところ書かれていて、もう私はすでにこのパイっていう少年のキャラクターが大好きです。もうすでに70ページ読み終わってるので、多分明日とかには読み終われるんじゃないかなと思っています。この3日間の読書ホリデーの間に、一体どのくらい読めるのかっていうのが自分でもワクワクしています。普段はそんなに読書を集中してガーってやるっていうことはあんまりないです。読書をしてても30分とか1時間とか経つと結構そわそわして携帯いじり出したりとか集中力切れちゃうんですけど、今回はイベント的な感じで自分の中で思っているので、割と楽しくできています。本を読んでいる最中に携帯いじりそうになったりとか集中力切れそうになっても、なんとか修正して今のところできています。といってもまだ始まったばっかりなので、どうやって1日2日3日間読書に集中できるかっていうのを、ちょっと工夫しながらやっていきたいと思います。多分同じ場所でずっと同じように読んでいるとつまんなくなっちゃうと思うので、ちょっと環境を変えながらとか、お菓子を食べながらとか、そういうふうに自分を楽しませながら本を読んでいきたいと思います。今夕方の5時半ぐらいです。本当は5時ぐらいに外にちょっと走りにジョギングしに行こうと思ってたんですけど、5時ちょっと前から大雨が降っちゃって、今はちょっと小雨になってるんですが、もう地面がびちょびちょなので今日はジョギングはやめようと思います。ただちょっとそこで一回集中力が切れちゃって、ちょっとコーヒーを入れて、気分を少し変えようかなという感じです。今、パイの物語は結構進んで137ページまで読んでます。で、これ自体は300ページぐらいなんですね。なので、もうちょっとで半分っていう感じです。だいたい半分手前くらいですが、今のところすごく楽しんで読めてます。この本の書き方がすごく面白いというか頭に入ってきやすいです。この主人公の少年パイの目線で語られています。このパイの物語どういう話かっていうと、主人公はインドの少年パイです。
でパイの家族はインドからカナダに移住することになっていて、その時に乗っていた船が沈んでしまいます。その時にパイは救命ボートに乗って助かったのですが、その救命ボートにはパイの他にいくつか何匹かの動物が乗っていました。でその中の1匹が恐ろしいベンガルトラだったという話で、これからどうやってパイが生き残っていくのか、果たして生き残れるのかとか、そういう話になっています。結末は私もわからないので、楽しく読みたいと思います。読書ホリデー2日目です。今日土曜日です。今このパイの物語は約3分の2ぐらい読んでます。今200ページぐらいです。あと100ページぐらいなので、もう今日中に読み終わりたいです。で今日はもう一つ予定があって、今お昼の12時ぐらいなんですけど、昼過ぎぐらいにちょっと買い物に行きたいと思います。先日本屋に行った際に料理ブックを買ったんですね。でその中のレシピを一つ試してみたいなと思っていて、その買い出しに行ってきます。なので今日は、ちょっと忙しいです。これを全部読んで、で料理を作って、できれば新しい本一冊選びたいです。読書するとこ取り忘れちゃいましたが、このパイの物語、いよいよあと50ページぐらいになりました。もうクライマックスです。でこれを読み終わる前に、夕飯を作ろうと思います。実は今買い物から帰ってきて、夕飯を作るための材料を買ってきました。はい、これが買ってきたものです。今日行ったのは隣の駅のフェアプライスファイネストっていう、ちょっといいスーパーに行ってきました。で実際に使うの、これは全部は使わないんですけど、この中の、材料を使って今日の夕飯を作っていきます。何を作るかというと、このジェイミー・オリバーの料理ブックの中から1個レシピを選んで作ります。はい、今日作るのはこれです。実際に必要な材料は5つです。きのことレッドオニオン、あとチキンブレスト、マスタードと、生クリームです。このレシピが、一番作れそうなものでした。このレシピの中で、他にもいろいろ美味しそうなのいっぱいあるんですけど、材料は全部5つの、材料から作れるものなんですけど、なかなかこの材料を揃えるのが難しいんですよね。なので今日はチキン料理を作っていきます。これからどんどん毎日は作れないと思うんですけど、1ヶ月に1個とか2個とかこの中から選んで作っていこうと思います。ちなみにこの本を含め、ここにいっぱい本が積み重なっているのですが、これは先日本屋さんで購入した本です。別の動画でどんな本を購入したか撮ろうと思います。すごいいい感じにできました。簡単でした。材料が5個しかなかったので、あと時間もすごい20分とかで作れました。で野菜はこの下のオーブンに、はい、こっちもいい感じです。これも切ってオーブンに入れただけなんですっごい簡単です。であとはこのパンと一緒に食べたいと思います。
読書ホリデー3日目です。昨日の夜中にこのパイの物語を読み終わりました。夜中までかかっちゃいました。全部で315ページぐらいあります。すっごい面白かったです。おすすめです。このパイっていう少年の目線で書かれたもう大冒険がもう本当にドキドキするし、なんかパイが感じてるなんか苦しみもなんかそのままひしひしと伝わってくるし、喜びとかそういうのがすごくうまく表現されてると思いました。もう最後本当に衝撃の結末というか、もうなんか結末がなんかすごいこう取り残された感じというか、なんかジェットコースターの上まで登っていって、なんか今落ちずになんかまだ取り残されているようなそんな感じです。なんかすっごい面白かったです。で、次の本を選びたいと思います。というかもう選んでいて、次はこれを読もうと思ってます。これはケイオスウォーキングシリーズって言って3冊からなっている本ですの1冊目です。パトリック・ネス、私の大好きな著者の一人です。どういう話かっていうと、この本の裏側を見てみると、考えていることが、なんか全部周りの人に知られてしまう街に住んでいるみたいですね、この主人公が。でそこから逃げ出そうとしていると。ただ考えていることがダダ漏れなので、どうやって逃げるのかみたいな感じなんですけど、これはブック1で全部で512ページあります。でこれがどんどん分厚くなっていくんですけど、これが2冊目でこれが3冊目です。でこれすごい評価というか、読んだ人の評価がすごい高いんですよ。みんな面白いって言ってて、なのですっごく楽しみです。今65ページぐらいまでいってます。次パート2です。まだ60ページちょっとぐらいしか読んでないんですけど、なんかもうすでに面白いというかなんかすごいダークな匂いがプンプンしてて、今すごい不穏な感じです。でこの中がこんな感じになってたりとかしてちょっと怖いですよね。これはノイズで、プレンティスタウンっていう街は、自分の考えていることとかが人に知れてしまう。でそれが、ノイズとして聞こえてくるわけなんですけど、そのノイズは、真実だけが語られているわけじゃなくって、その自分が想像したものだったりとか、そうあってほしいっていう理想だったりとか、嘘みたいなものまで全部聞こえてくるので、どれが真実かっていうのはわからないんですね。でもう中が、こんな感じで書かれてたりしてちょっと怖いんですよね。でこういうチャプターとかもこんな感じになっていて、なんか私本を読む時とかになんかこういう風に本の、表紙とか中とか工夫されてるものとかすごい大好きです。で今ここまで結構さらって読めたので、今日結構進めるかなって思ってます。はい、楽しみです。どんな感じになるのか。なんか今私も全然わけがわからない感じというか、なんかいろんなことがわーって起きてて、それが何なのかっていうのが今まだ謎に包まれてます。早く読みたいです。
読書ホリデー終了しました。イエーイ。今は次の日です。月曜日です。金土日って読書ホリデーやってすっごく楽しかったです。本当に読書ばっかりしてました。いつもよりテレビを見たりとか携帯いじる時間は、なるべく減らしてというかすごく少なめにして、ただ運動とかはするようにして本を読んで過ごしていました。結果全部で472ページ読めました。内訳としてはこれを1冊読めました。この本が319ページあります。でこれを読み終わった後に読み始めたこの本、これが、昨日の夜までで151ページ読み終わってます。でさらに、忘れちゃいけないこの料理ブックも使ってこれを作ったので、この2ページ、これを足して全部で472ページとなりました。普段読書をする時よりも今回は事前にもう3日間読書漬けにしようっていう風に決めていたので、すごいワクワク感があって、それが良かったです。こういうイベントみたいな感覚で楽しめたので、長時間の読書も苦なく過ごせました。あとは、新しく読み始めた本が全部面白かったので、それもすごい良かったです。今読んでいるこのパトリック・ネスのケイオスウォーキングシリーズもすっごく楽しんで読んでます。もうこれから何が起こるんだろうってワクワクしてます。多分一気に読み終わると思います。はい、ではこんな感じで今回は読書ブログを撮りました。またこんな感じで、普通に読書をするんではなく、やってることは普通の読書なんですが、自分の中で楽しみを見つけながらやっていきたいと思います。それでは最後まで見ていただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。